tercero 구입하실 수 있습니다. 게다가 비자 これが使ってまして家電ですねが地震があると 가까운 판매원에게 문의해 주시기를 바랍니다. 계속해서 디스카메라 기자 今は有楽町駅に着いて歩いてるところなんだけど、今日は有楽町とか日比谷の近くで仕事の打ち合わせがあるから、ちょっとブログ撮ろうかなと思って来た。結構オフィス街のイメージなんだけど、いろいろあるらしくて、もうなんかすでにこういう感じで広くて最高道がとにかくすごい広くて歩きやすいです。平日のお昼だから意外と人がいなくて撮影しやすい。今日の服、今日はこの帽子がすごいお気に入りだから最近これ着てる。椿屋コーヒー日比谷離れってところ、ここにちょっと行ってみようかなと思って今から探す。徒歩4分。こっちかな、こっちだ。こういう感じで日がめっちゃいい感じ。今日はすごい天気が良いです。前までもうすっごい寒かったのに突然春が来て、もう日本の天気本当にわからない。でも東京はあんまり雨が降ってないらしくて、東京の農業がちょっとやばいらしい今。待って、この後ここを曲がります。日比谷にあんま行ったことないからさ、そもそもどんな感じかわかんないから見てみたいんだよね。あと日比谷の公園に後で行きたいな。見て、美味しそう。ドトール、ドトール？どこ？ドトールは全ての駅にあるので別に買わないけど、見て、絶対美味しいよねこれ。路地に入ってきた。どういうこと？どういう状況これは。全部木なんだけど。なんかずっとさ、どこを歩いてもずっと電車の音が聞こえるんだけど、どういうこと？あ、待って。あ、こっちは何もないです。私が探してる喫茶店はどこにあるの？こっちかな？ここみたい。こういうさ、カレーとかオムライスとかサンドイッチとかケーキとか、こういうのが一番美味しい。入ってみます。ドキドキ。なんか1階じゃなくて2階だからさ、しかもちょっと駅から遠めでどういう感じかわかんないんだけど、やばい、めちゃ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 いい。もう想像の500倍ぐらい最高の喫茶店に来ちゃった。椿屋コーヒーはいろんなところにあるチェーン店らしいんだけど、私はこの日初めて知って行ってみたの。繁華街なのにすごく落ち着いてて、この空間が大好きだった。私はいつもイヤホンをね、ぐちゃぐちゃにしてカバンの中にポンって入れるから毎回絡まってるでもこうやって適当に使える感じがすごい好き。そんなこんなで待っていたらケーキが届きました。私はね、ショートケーキにした。ケーキもいろんな種類があったんだけど、私はケーキの中でもショートケーキが一番大好き。甘いものにはカフェラテを頼みました。いただきます。見て、ちゃんとイチゴ入ってるタイプのケーキ。ちょっとやりすぎたかも。大きいかな。めっちゃイチゴ入ってる。喫茶店のケーキってケーキが冷凍だったりイチゴがジャムだったりするじゃん。あと生クリームがホイップクリームだったり。このケーキは本物でした。すっごい美味しかった。普通の日にイチゴのショートケーキ食べることなんてめったにないから、なんか特別に感じた。みんなはショートケーキどの部分から食べる？私はイチゴが一番好きだから最後に取っておく派。なんかこういう心理テストあったよね。イチゴをどこから食べるかみたいな。全然名前忘れたけど。夢中で食べ進めてたらもう一瞬でなくなっちゃいました。ケーキってさ、カロリーは高いのにもうすぐなくなっちゃうよね。最後の1個。ケーキに夢中になっていたら打ち合わせに遅れるかもしれないギリギリの時間になっちゃって、急いでタクシーを捕まえて、もう2キロぐらいさ、私散歩好きだからいっぱい歩くんだけど、すごい短い距離をタクシーで行くことになっちゃった中国で買ったこのお菓子がすごく良くて大好きなんだけど、パッションフルーツ系のこれが全然ないの。日本にパッションフルーツがね、全然人気がないっていうのが悲しい。私はもっと流行ってほしいんだけどね
この時チャーリーの新作にハマってて、この曲をずっと聴いてた。 Dying for You ってやつ。打ち合わせ終了しました。もうガチガチ、はいみたいな感じで、いつもの私の喋りとか一切できなくて、私は会社に通ってるわけではないので、会社に行くとかをやったことがないから、アルバイトしかないのでね、アルバイトでミルクティーを永遠に出し続ける仕事とか、ピザを一生切る仕事とか、そういうことしかやってなかったので、オフィスに行くっていうことがまずないのね。仕事をしていく中でオフィスに伺う機会も増えてきたんだけど、この前の出版したエッセイ本の時とかは打ち合わせでオフィス街に行くことはあったんだけど、それぐらいしかなくて、4人ぐらいでロビーみたいなところで顔合わせというかお話しするのかなと思ったら、移動して中に入って会社の会議室のなんか一番角の窓全面のところに呼ばれて、東京タワーとかが見えるような場所で打ち合わせをしたの。なんかもうその景色で圧倒されちゃって、で机ももうなんか20人ぐらい座れる机みたいな場所と景色に圧倒されて、なんか緊張してしまいましたね。ベトナム行った時に、そのベトナムの友達の会社に行ったことがあって、その時もすっごいね、景色が最高で、オフィスに行って仕事するってなると、その会社によってはすごくいい景色の場所とかもあるわけじゃん。私は家でさ仕事しているわけで、本当に窓で何も見えないみたいな感じなの。東京タワー見ながら仕事したら、なんか仕事はかどりそうだなって思いました。私オフィス街好きなのね。オフィス街ってさビルがたくさんあって、みんな仕事をさビルの中でしてるから、道はすごく広いのにあんまり人がいなくて、私からしたら結構不思議な気持ちになるのね。今平日の夕方もう経ってないから3時ぐらいなんだけど、一番誰もいなくて、すごく散歩しがいのある場所ですね。日比谷公園、ハトもいるし、スズメもいるし、すごいたくさんいる。もう何が何だか本当にわからない。全部白い全てのインクなくなってるんだけど、噴水がなくなってる。カモメ噴水停止のお知らせ。でもお花はすごい綺麗だね。日常の中で季節を感じる時って意外と少ないの。だから季節を感じるために公園に行く。この日はピンク色の綺麗な梅を見つけたよ。桜と梅の違いって知ってる？花のつき方を見てみて。桜は細長い茎の先にお花がついていて、梅の花は枝の先についてるように見えるの。観察してみると全然違うんだよね。こういうの小学校の時習ったよね。最後にみんなで植物観察したのっていつだろう。春になるとそんなことも思い出す。今日比谷公園に来てて、もうすごく趣のある場所です。ここ本当に見て、日本って感じだよね。もうちょっと高くしてみようかな。今日は曇りなんだけど、意外なんかすごいめっちゃいいじゃんこの場所。今日曇りなんだけど、天気が危ない。天気があんまり寒くなくてすごいいい感じ。この近くにタリーズがあったのでまた買いました。で毎回タリーズを買ってる気がするんだけどお散歩してるおじいちゃんとかおばあちゃんとかがたくさんいるし、この横が池なんだけど、池の近く、池っていいよね。冬は寒いからあんま外出たくなくて、全然公園とかも行ってなかったんだけど、今日久々に公園来たかも。鳥がいる、見て。バードウォッチング始まってる。ここに木があって、ここに若干わかる？若干水が出てる。ここもありじゃん。ほら見て。スケートシューズ。これはね結構幅がでかくて可愛い。ここのブランド。最近ずっとイヤホンしてたから、久しぶりに AirPods とかイヤホンを外して外の音聞いてるわ。先週中国にいた時は
もう中国って海外ってだけでさ結構緊張するし、やっぱ一人で海外にいたから落ち着かせたいじゃん。だからイヤホンをして自分の世界に入っちゃってましたね。意外とねイヤホン取ると鳥とか風の音とか道路の音とか工事の音とかいろいろ聞こえてきて面白いんだよね。だから定期的にイヤホン外して外の音を聞かないといけない。オフィス街に行くとみんなスーツで大人の人もいるし、最近は私と同い年くらいの女の子も見るようになって、それが大多数に思えてきちゃって、私の仕事すごい特殊だなって思うようになるわ。今回のクライアントの人たちすごい良くて、なんか私のことをすごい尊重してくれてる感じとか、私のことを知ってくれてる感じがあったから、それがすごい良かった。100人のうちの1人みたいな感じで対応される時もあるわけ。そうするとなんで私選ばれたんだろうって気持ちになるのね。仕事するにおいてやっぱお互いリスペクトするってすごい大事なことだと思うから、今回それすごく感じてよかった。今日久しぶりにデジカメ持ってきた。デジカメあんま使わなくなっちゃったんだよね。最近の日記はこちらです。最近のこの日記な、なんか書いてみようかな。もうこれさ大きすぎてさ、もうちょっとちっちゃいやつ欲しいんだよね。これ家用にしたいの。あとは最近読んでる本はこちらです。これは金原ひとみ先生の Meet the World という本です。私はもう本当に金原ひとみ先生の本がすごい好きで、生々しい感じと現代っぽい感じと、あと若い女性が出てくる本が多くて、そういう本がすごい好き。最近は金原ひとみ先生の本を1月に1回ぐらいは読んでる。新しいやつにどんどん読んでる。でこの前図書館に行って借りた。図書館に最近全然行ってなくて、この前久しぶりに行ったのね。そしたら図書館やっぱめっちゃいいなってことに気づいて、図書館にみんな行ってください。近くの図書館ありますよね。そこに行ってみてください。新しい発見がありますよ。私は結構レシピ本とか旅行の本とか見るの好きなんだけど、書店ではあんま見ないんだけど、図書館に行くとそういうコーナーがあったりとか、なんか新しい本コーナーとかあるじゃん。そういうところでもう絶対に普段手に取らないような本がたくさんあったりして、それも全部読み放題ですからしかも場所もあるし、やっぱ落ち着いてる。図書室で睡眠したら一番いい睡眠取れるんじゃないかってくらいすごい落ち着いてるよね。さっき会社に行った時に名刺を6人ぐらいに一気に渡されて、なんか並んでてサイン会みたいになってたの。はい、ありがとうございます、ありがとうございますみたいな感じになってて、名刺を作りたいってもう2年前ぐらいから思ってて作れてないんですよ。だから私は渡すことができなくて、社会人として本当失格だよねって思った。もうちょっと社会人の常識を身につけたいんですけど、 YouTube とかで調べます。普通に生活してたら社会人の常識とか手に入らなくて、メールの返信とかも自分でやるんだけど、もう敬語とか本当に分かんなくて、もう毎回調べながら、こうやって何卒よろしくお願いいたします、絶対につけないといけない枕言葉とかあるじゃん。そういうのをようやく2年目にしてようやくちょっと使えるようになってきた気がする。仕事の中でメールの返信が一番大変かも。地味に午前中メールの返信で終わる時あるもん。終わってんだけどみたいな、なんかすぐできそうでできないの。私3年間ももうこういう活動してるんだっていうのにびっくりしちゃった。3年って結構でかいよね。人と会う時に3歳違うってなると別になんか同じ年くらいかとか思うけど、自分の中の3年はすっごい大きいことに気づいた。若いからだと思うけどね。30歳から33歳のこの3年間と20歳から23歳の3年間も絶対違うよね。でもなんかニュースで見たんだけど、21歳って一番悩む時期らしいよ。なんか悩む年、そのぐらいの時期でみんな就職とか仕事とか恋愛とか家族とか全部のことについていろいろ悩むと思うんだけど、特に21歳が悩むんだって。だからもうどうする。この前ミンヒジンさんが新しくボーイズグループ出すって言ってたんだけど、2008年から2013年生まれって書いてあって、もう全然戦力外だったんですね。2005年生まれ。お姉さんになってきちゃったね。
今までは周りにいる大人の人たちが当たり前に年上だったから、年上と接する時ってあんまり緊張しないっていうか、ちょっと自分が楽になれる部分あるじゃん。海外で会った時の友達が年下だったりとか、視聴者の方たちも年下の方結構多いし、私部活は美術部だったんですけど、なんか上下関係厳しい運動部とかじゃなかったからさ、みんなタメ口みたいな。あと吹奏楽部、小学校の金管バンドに入ってた時も一応ね先輩だった時はあるけど、先輩とか言われなかったもん。ちゃん付けされてたから先輩風吹かせたことが人生で一度もなくて、先輩ってどうやるんだろうっていうのが結構難しいです。自分が年上の立場の時の対応の仕方とか、頼れる先輩みたいなことをしてみたい。もう半年経つじゃん。6月じゃん、もうすぐ。ってことはもう2029年の半分が終わって、やばいね。本当にすぐ終わっちゃうね。みんなは4月をどう過ごしてる？大学が始まって疲れてる？就活？楽しんでる？それともいつもと変わらない？もう今年が始まって4ヶ月も経ったのに今から始まった気分になる。でもなぜか4月を長く感じるの。新しいことが多いと時間がゆっくり流れていくんだって。だから今ちょっと疲れてたり思うように進んでない気がしても、多分それは自然なこと。気がついたら毎日同じことの繰り返しに見えて停滞しているように感じる時もあるよね。春は爽やかだけど疲れる季節でもある。ちゃんと慣れてる？最初から 100% じゃなくても大丈夫。半分の力で走ろう。よく寝てストレス発散してね。私は散歩してる。散歩しながら新しいお店や場所に出会うのが大好きなの。たまには休憩して自分のこと見てね。この動画があなたの休憩になってくれたらもう私は本当に嬉しいですじゃあ見てくれてありがとう。また次の動画で会おうね。バイバイ。